皆さん、こんにちは。ですね、これから、柴田の発表を始めたいと思います。本日はですね、RubyGems の話はやや少なめになってまして、プログラミング言語、Ruby の標準テープライブラリの開発の仕方ということで、ですね、皆さんがどのようにライブラリの開発に関わっていくと良いのかっていうようなお話をしたいと思います。まず自己紹介ですけれども、柴田博と言います。Ruby コミッターをやっております。そうですね。Twitter やる GitHub の、ハンドルは HSBT という4文字です。で、Ruby の、開発チームの中では RubyGems をはじめとする Ruby の標準添付ライブラリであるとか、Ruby で書かれたコード全般をいろいろ触っています。で、あとは、公式サイトであるとか GitHub や CI みたいな、そういう開発を支えるいろんなサーバーリソースとか、そういう部分のメンテナンスをいろいろと何でもやっているっていうのが自分の担当になっています。で、あと、勤務先ですけど、GMO ペワボという会社で執行役員と技術部長をやってます。で、そうですね、エンジニアの、組織とか全体の戦略とか、そういった技術全般のことを、仕事としてやっています。はい、それでは、ですね、本日のアジェンダですけれども、3部構成になってまして、まず最初ですね、過去の、去年の活動についてご紹介します。Ruby3 や、Ruby や Bundler の新しいバージョンについての情報です。で、2つ目はですね、デフォルトジェムスの開発をどうやっているのかということについて、紹介したいと思います。で、最後にですね、それらを踏まえた上で、今年リリースされるであろう Ruby3.1 や、あと来年以降に何をやっていきたいのかというようなお話をしたいと思います。はい、それでは始めます。それではトピックの方に入っていこうと思います。一つ目ですけど、昨年リリースされた Ruby3.0 や、RubyGems 3.2、バンドラ2.2等々の周辺ツールやライブラリの、アップデート情報についてご紹介したいと思います。ですね、Ruby ではここ数年にかけて、ジェミフィケーションと呼ばれる Ruby 本体のみで配布しているライブラリを本体から切り離して、RubyGems の仕組みでインストールやアップグレードをできるようにしていくというのを、ずっと進めています。で、Ruby3.0 はですね、本体と一緒に配布されているライブラリは、この今動画の図のような形で、着地しました。で、この辺のジェミフィケーションとか、ご存知ない方のために改めて説明するんですけれども、この表でいうとこのスタンダードライブラリーズっていうところは、標準添付ライブラリと呼んでいるんですけど、Ruby の言語のパッケージのみ、インストールした Ruby にのみ付属するライブラリの数です。で、デフォルト Gems っていうのは、Ruby 本体にも付属しているんですけれども、同時にRuby Gems としても配布されてまして、Gem インストールで、インストールできるライブラリです。で、バンドルズジェムズは Ruby 本体には付属していません。Ruby 本体のリポジトリの中にはないが、正確ですけど、ただ、Ruby という言語をインストールするときに RubyGems の仕組みを用いて、最初から入っていると便利だよねっていうようなライブラリを、合わせて入れているっていうのがバンドルド GEM になっています。で、それぞれの、もうちょい細かい違いについては、過去の Ruby 会議の発表の方をちょっと見ていただきたいと思うので、今回は割愛するんですけれども、右に行くほど、よりポータブルかつ、皆さんが任意のタイミングでインストールしたり、アンインストールしたり、アップグレードできるようになっていくというようなものになっています。で、ジェミフィケーションという取り組みはですね、ここの左側の方にある、その Ruby 本体にだけついているライブラリを、徐々にポータブルにしていって、任意のタイミングでアップグレードができるようにするっていうような取り組みになってます。で、なんでこんなことをやってるかっていう話なんですけど、Ruby の、ライブラリ付属しているライブラリは、1.9や1.8のバージョンの時点で、一緒に配布した方が便利だよねっていうことで、すごいいろんなものをいっぱい集めたっていうような経緯があります。で、当時は、それで便利だったんですけれども、インターネットが広く普及したり、必要なものを必要な時に、インストールした方がいいよねみたいな部分が、現在の主流の使い方なので、そうですね。任意のバージョンをインストールできるように、徐々にバラバラにしていっているよっていうようなのが、第一の目的で、あとは、そうですね、そのなんで任意のタイミングでアップデートしたいかっていうと、昨今はこう、ライブラリ、ソフトウェアに、が持つ、脆弱性の対応をとにかく早くしたいっていうようなニーズが、ウェブ開発では結構メインのトピックとなってまして、で、Ruby
に添付されているライブラリもこう何か脆弱性が見つかったときに Ruby 本体のバージョンをアップグレードしなくても、その脆弱性の対応がなされたライブラリだけをこうアップデートしたいというようなことを、迅速にできるようにするためにこのような取り組みを続けていますという感じですね。で、見てわかる通り、デフォルトジェムスに今大量になっていて、これをどれだけバンドルドジェムスの方に持っていって、そうですね、より簡単にインストールとかができるようにしていくかっていうのが、今のメインの状況になっています。で、Ruby3.1 ではこの辺の数はどうなっていくのかということなんですけれども、この図であるように、6つのライブラリ、ネットなんとかと、あとマトリックスとプライムというライブラリについて、昨今の利用状況であるとか、ライブラリがどれくらい重要な形で使われているかみたいなことを考慮して、バンドルドジェムという形にしました。で、バンドルジェムになると何が起きるかっていうと、皆さんがバンドラーを使って、環境を、限定して、バージョンを限定して実行したいときに、これらのライブラリは GEM ファイルに追加しないと使うことができないという制約が出てきます。ですので、この辺のライブラリを使って Web アプリケーションや、ライブラリを使っている方は、明示的にこれらの GEM に依存してますよということを追加する必要があります。で、あとはですね、笹田さんが、発表されたと思うんですけれども、開発中の新しいデバッガーツールも、バンドルドという形で追加する予定です。で、あとですね、デフォルトジェムスからバンドルドジェムスという形に、完全に Ruby のリポジトからは独立して開発を続けるようにしようと思ったんだけれども、できなかったというようなものがいくつかありまして、で、例えば English というライブラリは、これはあまり、もう、なんて言うんですかね、コロン変数を、ローマ字というか、英語の、変数にしていくというようなものなんですけども、これは外していいんじゃないのかなと思ったら、ロボコップがこれを使うべきだというようなルールを入れていて、積極的にこれを使う形に書き換えているコードがすごい大量にあると、世の中に。みたいな感じなので、これを外してバンドルドジェムにしちゃうと、それらのコードで全てで、ジェムファイルとかジェムスペックの中に依存関係を書かなくちゃいけないと。これはちょっと皆さんの手を大量に動かしてしまう割にあまりうまみがないみたいなものだったりするので、バンドルにするのは諦めました。で、下の2つも似たような感じですね。そのような感じで、ちょっと何でもバンドルにすればいいっていうような形ではなくて、その時点での利用状況等々を見ながら、微調整をかけているというのが現状になります。あとはですね、ジェムフィケーションでいろいろデフォルトジェムとかジェムとしてリリースするよっていうのをやってきたんですけれども、ここに挙げているようなものはですね、一切ジェムにはしないということを決定して、この先もジェムとしてはリリースされないだろうということが確定しているやつです。モニターはちょっと協議中って感じですけど、現状は特に予定はないです。で、なぜかというとですね、これらのライブラリは、Ruby のバージョンをまたがって利用するみたいなことが現実的ではないと。つまりその 2.7 向けに書かれている RB コンフィグのコードを 2.5 でも動かしたいみたいなことは現実的にではないし、現実的にも難しいみたいなことが理由となっていて、これらのライブラリは、ジェムとしてはリリースしません。はい。ですので、組み込みライブラリとか組み込みクラスみたいなものだということで、Ruby と一緒に、使われるし、Ruby と一緒にいろいろな変更が行われるというようなものがこれらになります。はい。で、次にですね、じゃあ、バンドルドジェムスにしていくぞっていうんですけど、現在ちょっと制約があるっていうお話をしたくて、で、バンドルドジェムスには今 C 言語で書かれているネイティブエクステンションは使えないっていうような制約があります。そのためですね、笹田さんが作っているデバッカーとか、あと RBS-C 言語で、パーサー書き直して速くなったよみたいな、状態になっているとは思うんですけど、今のままだとバンドルドジェムとしては扱えないので困ったなっていう感じになっています。で、なんでかというとですね、ですね、Ruby には実は RB インストーラー RB という、1000行を超える Ruby で書かれた壮大なインストーラーのコードがあるんですけど、メイクインストールで呼ばれるのはこれですね。で、このインストーラー RB の中で、バンドルドジェムスを扱うコードが、この図の右側のような形でずらーって書いてあるんですけど、なかなか複雑なコードかつテストがないみたいなコードになってまして、で、このコードを、C でも扱えるように改造しなくてはいけないっていうのが、今ちょっとぶつかっているので、Ruby 会議終わった後に気合い入れて、ちょっと対応できるようにしようかなと思ってます。はい。で、
今回の発表ではちょっと簡単にこの1枚だけっていう感じになるんですけど、RubyGems 3.2と Bandora 2.2の変更点のご紹介です。で、大きい変更は特にないんですけど、でもここに書いてることは結構大きいかな。ですね。いくつかちょっと脆弱性というか、危険な問題があったので、それに対する対応を行いましたっていうのが1個目に書いてあることで、プライベートジェムですね。社内だけで使うようなジェムがあります。A というジェムがあります。で、その A というジェムの A という名前を RubyGems.org に登録したときに、その RubyGems.org の方が使われるというような、問題があると。で、社内で皆さんが使っているようなジェムの名前をですね、推測して RubyGems.org に登録することで、上書きして、邪悪なコードを実行させることができるよっていうような問題があって、これが CVE2020 36327という問題ですね。詳細は中身を見ていただくとして、で、その問題に対応できるように、いろいろ、バンドラの 2.2.17 より上、18以降からは、いい感じに治っているというような内容になっています。で、あとは、マルチプラットフォームの対応ということで、ノコギリが、昨今はファットバイナリーという形でコンパイル済みのバイナリが開封されていると思うんですけど、それらのライブラリーで、バイナリだけを、適当にダウンロードして使うということに対応するために、このような変更が入っています。はい。で、ちょっとですね、この辺の変更を加えては、別のところでリグレッションが起きて、さらに直したり、リバートみたいなことを繰り返したのが今年の出来事で、ちょっとタイニーバージョンの方が増えているんですけれども、一応最新バージョンではいろんなものが直っているということで、皆さんぜひご利用くださいと。であと最後に、軽いアナウンスなんですけど、今までは、僕持ってなかったんですけど、RubyGems.org の、ジェムのを、ヤンクしたり復活したり、移動したりするっていうサーバーの内部の処理する権限をこの前もらったので、もし皆さんが開発をしていて RubyGems.org に何かしてもらいたいなということがあった場合は、基本的にはサポートチケットを切っていただきたいんですけど、ちょっと反応が遅いなみたいな時とか、僕の方にご連絡いただけると何かできるかもしれません。はい。以上になります。続いてのトピックですけれども、じゃあデフォルトジェムスと言ってたんですけど、そのデフォルトジェムスをどうやって今開発しているのか、みたいなトピックに入っていこうと思います。ですね、デフォルトジェムスは今は GitHub の、Ruby のオーガニゼーションの下で開発をしています。で、今図にずらーって並べてるんですけど、GitHub の GitHub.com すら Ruby の下にいっぱいリポジトリがあるので、ちょっと見てみたいライブラリ等の名前を探して、そこをアクセスすると、リポジトリがあると。で、それぞれのリポジトリごとにですね、サポート対象の Ruby のバージョン、今だと例えば 2.6 から 3.0 と開発中の 3.1 までみたいな形で GitHub Actions が用意されていて、で、普通に皆さんがやっているように GitHub でプルリクエストを作って、テストが通って変更が妥当だねっていうことになったら、即座にマージされて、で、マージされたコードはそのうち、新しい Ruby のバージョンにも含まれるっていうようなワークフローを使っています。はい。で、そのデフォルトジェムスのリポジトリは何が違うのかっていうことなんですけど、Ruby 本体の方では、まず Ruby のインタープリターを、ビルドすると。メイクとかを使って C で書かれたコードを、ビルドする。で、ビルドした後にテストを実行するっていうような形です。ですけど、デフォルトジェムスの方はもう Ruby はあるものというふうに、仮定してまして、皆さんが Rails アプリケーションとか、その他のライブラリで開発しているように、パスに通っている Ruby が使われると。RBEnv とか、CHRuby みたいなツールでバージョンを変更した場合でも、その変更したバージョンで実行されると。ような形になっています。で、基本的にですね、全部バンドラーを使って依存管理はしているので、バンドルインストールを実行すれば必要なものは全て入りますし、あとはレイクテスト、RSpec ではないんですけど、レイクテストを実行すると、もうテストがそのまま実行されると。特にビルドは不要で実行されると。で、C 言語で書かれたライブラリの場合は、事前にコンパイル等を走ったりもすることはあるんですけど、基本的にはこの2つだけで実行して、開発もどんどんできるよっていうような形になっています。で、そのような形でデフォルトジェムスは GitHub 上をメインにいろいろ開発をしてまして、で、それをどうやって Ruby にマージしてるのみたいなお話をちょっとしようかと思います。
で、基本的に皆さんがコントリビュートをした場合は、Ruby 本体ではどうなるのかということは意識する必要がなくて、デフォルトジェムスのリポジトリの中で、2.6 から3.0、3.1 で動くよっていうことだけを担保していただければ良いかなと思っています。その後に何が起きるかっていうことなんですけど、私とか、あと、糸柳さんとかが、中田さんとかもなんですけど、まずですね、デフォルトジェムスのコードをですね、Ruby の本体の、リポジトリの方にマージなり、チェリーピックをします。で、これは仕組みについては後で話すんですけど、で、マージして問題なく動くかっていうのは、メイクチェックっていうコマンドを実行したり、いろんなテストタスクがあるんですけど、それを実行して、で、動く、動かないっていうのを見て、で、動かない場合は Ruby 本体のリポジトリの方で、何か問題があるということなので、そのデフォルトジェムスのコードを書き換えたり直したりして、で、直したコードをまたデフォルトジェムスのように戻すというようなことをやっています。これはなんで、Ruby 本体だと動かないことがあるのっていうことなんですけど、他のライブラリとの依存関係であるとか、テストの実行のプラットフォームが幅広いので、Windows とか MacOS とか Linux とか、それ以外のもいっぱいあるので、そういった部分でも落ちることが、しばしばあるという感じですね。で、Ruby の方で、書かれたコードをデフォルトジェムスに戻すということもやっていて、でこれは何かっていうと、Ruby では開発バージョンのみを対象としたコードが書かれるんですね。現在だと 3.1 ですけど。で、そういったコードがですね、デフォルトジェムス側がサポートしている Ruby2.6 とかで動かないということがたまにあると。ですので、そういった時にはデフォルトジェムスに戻したタイミングとかで過去のバージョンでも動くようにするみたいなことを、僕とかメンテナーの人がやっているっていうような感じですね。ちょっと現状リポジトリが2つあって、それぞれでサポート範囲が異なるので、ちょっと負担が大きくなってるなって感じなんですけど、これはちょっと今の移行期の課題かなと思ってます。で、コードを戻すとか移動するみたいなこと言ったんですけど、複数のリポジトリを Git でどうやって移動するのみたいなことは、実はですね、Git にはですね、リポジトリが異なってもチェリーピックできるという機能があって、それを使って、シンクデフォルトジェムスっていう、ヘルパースクリプトを僕が作って Ruby 本体の方に入れて、で、今は中田さんとかいろんな人による魔改造がどんどん行われて、それは大変なツールになっているっていうようなものが1個あります。で、右の方にちょっと小さいんですけど、ここにあるようにですね、例えば RubyGems に書かれているコードを Ruby 本体の方に取り込みなさいっていうようなコマンドを実行するとですね、RubyGems のリポジトリのコミットをガーッと全部読み込んだ上で Ruby 本体にチェリーピックできるものを抽出してチェリーピックして放り込むと。で、その時に同時にコミットメッセージにもちょっと加工して RubyGems のリポジトリの URL を追加するような形でガンガン書き換えてコミットしていくと。で、最後にコミットできなかったものを一覧として出しているので、それらは一個一個吟味しながら、職人による温かみのあるチェリーピック行を実行するというのが、取り込むという作業になります。で、今はですね、このツールを駆使して、デフォルトジェムスのリポジトリと Ruby 本体のリポジトリそれぞれで、コミットを同期する形で、どんどんマージしているという感じですね。で、一部のリポジトリはですね、デフォルトジェムスにコミットをすると同時に Ruby 本体にもコミットするという、さらに謎テクノロジーが作られていて、国分さんが作ったんですけど、そういった形でできるだけ人間の手を介さなくても、変更点を複数のところにガンガン同時に適用していくみたいな形で、便利にしていきたいと思っています。でですね、あとは、デフォルトジェムスの方と Ruby 本体の大きな違いとしてですね、テストフレームワークが違うっていうのがあります。で、Ruby 本体のテストフレームワークはですね、ストーさんが過去に発表されてたと思うんですけど、ミニテストでもなく、テストユニットでもなく、謎テストフレームワークを使ってテストをしているというようなものなんですけど、これをですね、デフォルトジェムズ上で使うためには、テストフレームワークのコードを丸ごと全部コピーして実行しなくてはいけないっていうのがあって、で、これちょっとなかなかしんどいということなので、ですね、去年から今年にかけて、ほぼすべてのデフォルトジェムススタンダードライブラリーで、ミニテストではなくてテストユニットを使うように全部書き換えました。で、その上で、Ruby 本体の中にだけある独自のアサーションコードを、切り出してテストユニットプラスアルファという形で
実行すると、デフォルト Gems 上では、普通のテストユニット Gem と何かのちょっと拡張されたコードをプラスするだけで、Ruby 本体で実行しているようなテストとほぼほぼ同様なテストスイートを実行できるようになっています。はい。これは皆様意識する必要がないんですけど、テストユニットで書かれてるんだなっていうことだけ、理解していただけるといいと思います。で、そのちょっとプラスアルファが一体何なのかっていうご紹介するんですけど、便宜上コアアサーションっていうような形、Ruby コアアサーションとかにしようかと思ったんですけど、コアアサーションという名前にしています。で、これはですね、ミニテストとテストユニットが混ざっていたらいい感じに判定したりですね、あと Ruby 本体で必要となるような、プロセスを分離した上でテストを実行するみたいなことができるようになっています。で、はい。これも全部もうリポジトリの中には整備されているんで、レイクテストを実行したときに、これが実行されるんだなっていうことだけ覚えていただけると良いと思います。ということで、テストユニットでテストが書けますし、あと本体のプロダクションのコードも、皆さんの手で書き換えてプルリクエストを送ることができるっていうのが現状の、標準添付ライブラリの開発体制になっています。はい。それでは最後のトピックとしてですね、Ruby 3.1や4.0のリリースに向けて何をやっていくかっていうようなお話をしたいと思います。はい。1個目は、JLB マイグレーションですね。デフォルト Gems の目的として、より環境をポータブルにするよっていうような話をしたと思うんですけど、そのポータブル化した結果として、他の言語のコードを、取り込むことで、同じテストを使いながら異なる実装をテストしていくよっていうようなことができるようになりました。で、今まではですね、JLB チームの人たちがですね、Ruby スペックや、CRuby の、挙動を見ながら同じような動きをする Java のコードを書いていたみたいな形になっているんですけれども、それを同じリポジトリの中に取り込むことによって、この図で言うと、これはダイジェストのライブラリなんですけど、C で書かれたダイジェストのライブラリと Java で書かれたダイジェストのライブラリを、同時に同じテストを実行していくよっていうことができるようになりました。で、その結果ですね、JLB 側の方でだけ持っているコードを、一緒に開発していくよっていうようなことができています。で、ただですね、JLB のコードはですね、GPL のものだったりしていて、ちょっとライセンスが CRuby のものと異なっているので、その辺のライセンスを揃えたり変えていくよっていうような作業がちょっとあるので、なかなかちょっとすぐには終わらないんですけど、長丁場な感じでいろいろこういう風な形をやっていきたいと思ってます。で、続いて RubyGems と Bandler のリリース予定なんですけれども、ですね、3.2 と Bandler 2.2 をリリースした後に、リグレッションとかがちょくちょく起きていて、ずっと今も直しているっていうのが続いてまして、なかなか次のバージョンや、メジャーバージョンのバージョンアップっていうのがちょっと今のところ不透明みたいな形になっています。で、Ruby 3.1 には、おそらく RubyGems 3.3 と Bandler 2.3をマージするとは思うんですけれども、もしかしたらされないかもしれません。はい。で、バンドラ 3.0 であるとか RubyGems 4.0 のリリース予定は今も全くの未定という感じになっています。はい。ちょっとお休みっていう感じですね。で、あとはですね、RubyGems と Bandler にアクティベートの問題が未だに残っているよっていうのが残り続けています。はい。だから JSON を RubyGems の中でリクワイアしてしまうと、任意のバージョンの JSON が皆さん GEM ファイル上で使えないっていうような問題ですね。で、引き続き今も tsort とか、そういうライブラリが RubyGems の中に残っていて、任意のバージョンで使えないという問題があるので、素朴な実装で書き換えた上で RubyGems の1コードとして取り込むみたいな形をしていかないといけないなと思ってます。で、最後ですけど、もう全然手も目も足りていないみたいなのが現状でして、デフォルトジェムスの中で特にですね、ラクターでまともに動くようにするっていうのが全然足りてないっていうのと、あとドキュメントを書いてくださる方はいるんですけど、この私、柴田は英語あんまり得意じゃないので、その英語をちゃんとレビューした上でマージするみたいなことが全然できてないです。なので、この辺を手伝ってくれる方はぜひお声掛けしていただければ、ですね、GitHub 上でだけ Ruby コミッターじゃないけど、マージができるよみたいな権限を今用意しているので、Ruby の開発に気軽に参加できるよっていうのが現状なのです。ですので、この発表を見ている方とかで、我こそはっていう方は、ぜひ、お声掛けいただいたり、GitHub の方で活動していただければ良いかなと思っています。はい。それでは、発表は以上となります。ですね、今日はですね、RubyGems や、あと、標準添付ライブラリの開発が今どうなっているのかっていうことについて、ご紹介しました。
ですね、GitHub を使って皆さんが気軽に参加しやすい形になっているかと思いますので、ぜひ、ですね、Ruby を皆さんの手でどんどんいい感じに良くしていくっていうことをやっていっていただきたいと思います。そうですね、RubyJP の Slack に私もいつもいますので、RubyGems のチャンネルとか、どこでもいいんですけど、まあ、困ったこととか、こういうふうな形で関わりたいみたいなことがあったら、どんどん声かけください。はい、今日はありがとうございました。